なるほど。こういう筋なんだね。大原監督は、脚本も特感で作り直したと言っていたけれど、さすがだな。非常によくまとまっているし、絵も想像しやすい。さて、少し休憩したら、一緒に送られてきた他のデータも。るいその声は。じゃじゃーん、私よー。ごめんなさい。勢いで飛び出ちゃったけど、今って大丈夫だったかしら。メイコさん？どういうことだい？さっき、司くんから、るいくんが、今度、ドラマに出るって聞いたから、準備を見学させてもらおうと思って。でも今、撮影まであんまり時間がないって話を思い出しちゃって。だから、時間があったらでいいんだけど。なるほど。そういうことなら大丈夫だよ。ちょうど今、少し休憩を挟もうと思っていたからね。本当？なら、遠慮なく見学させてもらうわ。ああ、歓迎するよ。というか、メイコさんはそんなにドラマに興味があったんだね。ええ、実は、最近ハマっちゃったのよ。ショーとはまた違った方法で物語を表現しているでしょ？そのあたりがとっても新鮮で。最初は、ショーに役立ちそうなものはないかしらって、司くんがサブスクで見てるドラマを一緒に見させてもらっていたんだけど、どのジャンルのドラマも見応えがあって楽しくて、気づいたら好きになっちゃってたの。特に今ハマってるのは探偵ものよ。探偵が個性的で面白いし、格闘シーンが入ってるものもあって、サスペンス、アクション、そしてロマンスまで全部楽しめちゃうのよ。何より推理パートがあっと驚く展開で、あはは、ちょっと喋りすぎちゃったわ。これじゃ、るいくんの休憩にならないわよね。そんなことはないよ。メイコさんの話はいつも楽しいし、僕も好きなものについて話すときは同じようなものだしね。確かに。じゃあ私たち、マシンガントーク仲間ってことね。賑やかな仲間ができて嬉しいよ。そのパソコンに映ってるのが台本？ああ、それからこっちが今回のドラマの企画書だね。企画書？ねえ、どんなことが書かれてるか見てもいいかしら？もちろんだよ。これで見えるかな？大丈夫よ。今回作るのは、サブスクリプション型音楽サービス、ネオミュージック宣伝用のショートドラマ。ターゲットは10代から30代の男女。このサービスで音楽を聴きたいと感じさせるようなエモーショナルなドラマ展開を重視。エモーショナルなドラマ展開？台本の流れはまさにこの通りだったね。そうなのね。どういうお話なの？簡単に言うと、音楽を愛する青年の再起の物語だね。物語は、とある青年がバンドで成功するという夢に敗れて、田舎に戻ってくるところからスタートするんだ。彼はすっかりやさぐれて、もう音楽には触れないと思っている。しかし、そこに古い友人が現れる。彼は実は幽霊なんだ。亡くなってるの？ああ。ただ、青年はそれを知らないんだ。その友人が亡くなったのは、彼が都会に出てしまった後だからね。そして青年は、
友人との再会を通して少しずつ音楽への気持ちを取り戻していく。ざっくり言うとそういうお話だね。大原監督の作品としてはだいぶシンプルな話の筋だけれど、おそらくこれは尺が短いからだろうね。演出力を押し出すためにもシンプルにしていそうだ。へえ。幽霊がって気づくところ、どんな風になるのかしら。今から完成が気になるわ。ぜひ楽しみにしていてほしいな。それで、ルイ君は何の役をするの？さっき言っていた幽霊の友人の役だよ。そうなの？ずいぶん重要そうな役じゃない。うん。準主役のようなものだから僕も驚いたよ。どういった理由で僕をそんな重要な役にしたのか意図はまだつかみかねているけれど、いずれにせよ大原監督がいい作品にするために必要と思ってくれたんだ。全力で応えないとね。ルイ君ならきっとできるわ。あ、ねえ、もしよかったらなんだけど、撮影現場も覗きに行っていいかしら？もちろんだよ。メイコさんが現場でエールを送ってくれたらそれほど心強いことはないしね。ちょっと光和らげたいな。ビニールありなし試していい？わかりました。すぐ準備します。飲み物のクーラー監督席の近くに置いといて。すごいわ。まさに撮影現場って感じ。俺たちにとっては少し懐かしい光景でもあるな。そうだね。映画の時にも海での撮影があったし。お弁当も美味しかったよね。いや、他にもいろいろあったでしょ。とってもワクワクするわね。覗かせてくれてありがとう、ルイ君。どういたしまして。さて、大原監督はこの辺りにいると聞いたけれど。大原監督。ああ、そこは直前に変更があったところだな。佐藤に聞いてくれれば詳しくわかるから、そっちで。おお、上白、よく来てくれたな。依頼を受けてくれてありがとう。本当に助かる。そんなに頭を下げていただかなくて大丈夫ですよ。僕たちは勉強もさせていただけますし。今回も見学させていただきます。よろしくお願いします。ああ、よろしくな。まあ今回は結構バタついた現場になってるから勉強になるかは怪しいところだが。またつく？それはまたどうしてなんですか？まあ話すと長くなるんだが、聞くも涙、語るも涙。大人の事情ってやつがあるのよ。ん？